本日は新世紀エヴァンゲリオンのキャラクター綾波レイのコスプレを綺麗なお姉さんにしてもらいながら綾波レイについての考察や名台詞を紹介していきますよ。じゃあ今日もオイラが。綾波レイは新世紀エヴァンゲリオンシリーズの重要なキャラクターでエヴァ0号機のパイロットです。彼女の特徴は水色の髪と赤い瞳を持つミステリアスな美少女であること。感情をほとんど表に出さない寡黙な性格。彼女のキャラクターは後のアニメやライトノベルにも大きな影響を与え無口系ヒロインの元祖として一時代を築いたことで知られています。性格と成長。レイの性格は初期の寡黙さと無表情から徐々に変化していきます。シリーズの初めでは彼女は命令に忠実でほとんど感情を示さない様子が描かれます。しかしシンジとの交流を通じて徐々に感情の変化が見え始めます。彼女はエヴァに乗ることが全てで他には何もないという強い信念を持っていますが、これは彼女の存在の希薄さと他者とのつながりを求める心情の表れでもあります。彼女の成長は他者との絆を築くことで自己の存在意義を見出す過程として描かれます。日常生活。レイの生活環境は彼女の内面を反映しています。彼女は古い集合団地で一人暮らしをしており、その部屋は極めてシンプルで装飾品や家具がほとんどありません。この殺風景な環境は彼女の人間としての感情や生活感が乏しいことを象徴しています。彼女は肉が嫌いで食事にもあまり興味を示さない様子が描かれています。またドイツ語の遺伝子工学の本を読むことが趣味であり、これは彼女の知的好奇心と孤独を埋めるための手段とも解釈できます。すげえ本読んでんな。漫画しか読まん。人間関係。レイの人間関係は特にシンジとの関わり合いにおいて重要です。シンジとの初めての出会いは彼女にとって人間としての感情を開花させるきっかけとなります。シンジに対して特別な感情を抱くようになり、彼をイカリくんと呼ぶようになります。この変化はレイが人間らしい感情を持ち始め自我を発達させる過程を示しています。一方で玄道に対しては最初は信頼していましたが、後に彼に対する複雑な感情を抱くようになります。これはレイが自分の存在意義と人間性について深く考えるようになった結果です。背景と来歴。レイの出自はイカリユイのクローンとして誕生したことにあります。彼女はリリスの魂を持っており、その存在は物語の中核をなす重要な要素です。レイのクローン体はエヴァをパイロットなしで運用するためのダミーシステムのコアとしても活用されています。彼女のクローン体は複数存在し、レイが死亡した場合に魂を移し替えることで再生することが可能です。この背景はレイがただの人間ではなく、より大きな計画の一環として作られた存在であることを示しています。レイのクローンが複数存在することは彼女の体が単なる容器であり、その中に宿る魂の重要性を強調しています。レイの魂はリリスから来ており、この事実はシリーズ全体の中で彼女が果たす重要な役割につながっています。さらにレイの魂はリリスのものであるため、彼女の人間としての感情や記憶は不完全です。彼女の感情が記憶とともに受け継がれないことは彼女の人間らしさの断片的な性質を示しています。レイは自分が誰であるか、自分の存在意義が何であるかについての葛藤を抱えており、この葛藤は物語の進行とともに深まっていきます。これらの要素を総合すると、綾波レイは単なるヒロインを超えた新世紀エヴァンゲリオンシリーズにおいて極めて重要なキャラクターであることがわかります。彼女の存在はシリーズの物語性と哲学的なテーマに深い影響を与え、視聴者に多大な印象を与える要素となっています。我々のチャンネルで公開している動画内で使用した画像の期間限定配布、メンバー限定動画などが見れるメンバーシップ、タロッチ団もバチクソよろしくお願いしますね。お次は綾波レイの名台詞を見ていこうぜ。あなたは死なないわ、私が守るもの。ヤシマ作戦の直前、使徒との激戦において重傷を負い恐怖におののくシンジに対し、綾波レイは彼女にとっての初陣となる戦闘にもかかわらず断固たる決意を込めた言葉を投げかけます。あなたは死なないわ、私が守るものという彼女の言葉は、自己の安全を顧みずにもシンジを守り通すという悲壮な覚悟の表れでした。そしてその言葉は現実のものとなり、レイは最後まで立ち向かい、シンジを使徒の脅威から果敢に守り抜いたのでした。私が死んでも代わりがいるもの。第14使とゼルエルとの激しい戦いが目前に迫る中、修復中の0号機に登場する決意を固めた綾波レイは、
深い内省の中で心の声を漏らします。彼女の言葉には自己の存在に対する切ない認識が込められていた。私が死んでも代わりがいるもの。このセリフは霊の肉体がクローンであり、彼女の死は物理的には取り替えが利くものとして扱われるが、感情や築いてきた人間関係はその都度リセットされるという彼女の孤独と切なさを浮き彫りにします。彼女は自身の存在とその価値を問い、戦いに身を投じることで自己のアイデンティティと向き合うのでした。私はあなたの人形じゃない。旧劇場版のクライマックスにおいて、リリスの魂を持つ綾波レイは、玄道との融合を目前に拒絶する決断を下します。長い間玄道に利用され、彼の計画のための道具として生きてきたレイは、人類補完計画の最終段階で、碇シンジの声を聞くことで決定的な変化を遂げます。私はあなたの人形じゃない。この言葉は、レイが自己の存在を肯定し、これまでの自分を従属させてきた玄道からの解放を象徴しています。シンジとの交流を通じて育んだ自我と感情が、レイを新たな選択へと導いた瞬間であり、彼女のキャラクターの成長と解放を強く印象づけるシーンです。碇くんと一緒にいるとポカポカする。私も碇くんにポカポカしてほしい。碇司令と仲良くなってポカポカしてほしいと思う。新劇場版における綾波レイの心境の変化は、碇シンジに対する彼女の深い感情とその成長を表しています。アスカにシンジへの思いを問われた際、レイはシンジへの温かな気持ちを率直に表現します。玄道との食事会を計画し、料理の練習に励むシーンは、レイが人間らしい感情を持ち、他者への思いやりを行動に移すようになったことを示しています。アスカがレイのシンジへの感情を察して、二人の間の心の距離がわずかに縮まることは、キャラクター間の複雑な感情の変化を示す重要なポイントとなります。これはレイのキャラクターが人間らしい成長を遂げ、感情豊かな存在へと進化していく過程を象徴しているのです。碇くんがもうエヴァに乗らなくていいようにする。第10使徒との激戦の中、自らの命を投げ出し N2 爆弾を抱えて特攻する綾波レイの行動は、彼女の内面に秘められた深い感情を浮き彫りにします。この瞬間、レイの心の内には、エヴァに乗ることがただの任務ではなく、仲間たちとの絆の象徴であるという認識がありました。しかし、それを超える強い動機が彼女を突き動かします。それは、シンジを守りたいという一途な思いです。この行動は、レイがシンジをどれほど大切に思っているかを示すものであり、彼女のキャラクターにおける重要な転機となります。シンジへの強い愛着と保護欲求が、彼女を自己犠牲の道へと駆り立てたのです。この瞬間、レイの内面には深い感情の本流が流れており、それが彼女の行動に力強く現れているのです。元祖無口系ヒロインということで、現代のアニメに多大な影響をもたらした綾波レイちゃんを見てきたのだ。みんなはアスカとレイ、どっちが好きなのだ？コメント欄で教えてほしいのだ。それでは今日はこの辺で、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。バチクソ。